私たちの身の回りには無なんて存在しないと言ったら、あなたは信じられますか？完全な真空。つまり何も存在しない空間を作り出すことは、現代の最先端技術をもってしても不可能だと考えられています。なぜなら、量子物理学の世界では、一見何もない空間でも、実は目に見えない粒子が絶え間なく生まれては消えを繰り返しているからです。これは単なる理論上の話ではありません。2023年、欧州原子核研究機構、セルンの研究チームは、真空中で自然発生的に生まれる仮想粒子の存在をこれまでで最も精密に観測することに成功しました。この発見は、私たちの宇宙の根本的な性質に関する理解を大きく変えることになりました。では、なぜ無の中から何かが生まれることができるのでしょうか？この謎を解き明かすために、まずは身近な実験から考えてみましょう。完全な真空を作り出すため、気密性の高いガラス容器から空気をすべて抜き取り、絶対0度まで冷やし、外部からのあらゆる放射線を遮断したとします。これで本当に何もない空間ができたと思いますか？実は、そう単純ではないのです。量子力学の世界では、ハイゼンベルグの不確定性原理という奇妙な法則が支配しています。この原理によると、粒子の位置と運動量を同時に正確に測定することは不可能です。これは単なる測定上の制限ではなく、自然界の根本的な性質なのです。この不思議な性質をより身近な例で説明してみましょう。スマートフォンのカメラで走っている車を撮影することを想像してください。シャッタースピードを速くすると、車の位置ははっきりと映りますが、動きによるブレがないため、その車が動いているのか止まっているのかがわかりにくくなります。反対に、シャッタースピードを遅くすると、車の動きは奇跡として捉えられますが、今どこにいるのかが不明確になってしまいます。これは、位置と運動を同時に完璧に捉えることの難しさを示す良い例えです。量子の世界では、この不確かさはさらに根本的なものとなります。例えば、電子の位置を正確に測定しようとすると、測定に使用する光子が電子に衝突し、その運動量を変えてしまいます。これは、暗闇の部屋でピンポン玉を探すために懐中電灯を使うようなものです。光を当てることで玉の位置はわかりますか？その光自体が玉を動かしてしまうのです。2023年、京都大学の研究チームは、この不確定性を利用した新しい暗号通信技術の開発に成功しました。量子の状態を正確に測定することが不可能という性質を利用することで、理論上絶対に解読できない暗号を作ることができるのです。また、この不確定性は私たちの身の回りの技術にも影響を与えています。例えば、最新のスマートフォンに搭載されている量子ドットディスプレイは、量子の不確定性を利用して、より鮮やかな色を表現することができます。このように、一見すると制限に見える不確定性が、新しい技術を生み出すきっかけとなっているのです。例えば、ボクシング選手の拳を考えてみましょう。選手の拳が正確にどこにあるのかがわかれば、その拳がどのくらいの速さで動いているのかが不確かになり、逆に拳の速さが正確にわかれば、その位置が不確かになってしまうのです。このように、量子の世界では、物事を完全に静止させることができません。これは温度についても同じことが言えます。絶対0度。マイナス273.15度という究極の低温でさえ、完全な静止状態は実現できないのです。なぜなら、粒子が完全に静止すると、その位置と運動量が同時に確定してしまい、不確定性原理に反することになるからです。そのため、どんなに温度を下げても、粒子は常にわずかながら運動し続けます。これをゼロ点エネルギーと呼びます。このゼロ点エネルギーは、実は私たちの日常生活にも密接に関係しています。例えば、物質の中で最も軽い元素であるヘリウムは、通常の大気圧では絶対0度でも液体のままで、固体になることはありません。これは、ヘリウム原子のゼロ点エネルギーが、原子間の結合力よりも大きいためです。まるで、静かに座っていられない落ち着きのない子供のように、ヘリウム原子は常に動き回っているのです。しかし、圧力を24気圧まで上げると、ヘリウムは約 1.5 ケルビン、約マイナス271.65度で固体になります。これは、高い圧力によって原子間の結合力が強められ、ゼロ点エネルギーによる運動を抑制できるためです。2024年、アメリカのマサチューセッツ工科大学、MIT の研究チームは、このヘリウムの得意な性質を利用した新しい量子センサーの開発に成功しました。このセンサーは、
重力波の検出や地下資源の探査など、様々な分野での応用が期待されています。また、ゼロ点エネルギーは生命活動にも影響を与えている可能性があります。例えば、光合成の過程で見られる驚くべき効率の良さは、量子的なトンネル効果によって説明できることが分かってきました。植物は、ゼロ点エネルギーによって可能となる量子効果を利用して、光のエネルギーを効率的に化学エネルギーに変換しているのです。これは、進化の過程で生命が量子力学的な性質を巧みに利用するようになった証拠かもしれません。2024年、アメリカの研究チームは、このゼロ点エネルギーを利用した新しい量子コンピュータの開発に成功したと発表しました。この発見は、量子の世界の不思議な性質が、実用的な技術につながる可能性を示しています。では、本当の無とは何なのでしょうか。現代物理学では、空間そのものが量子場と呼ばれる基本的な場で満たされていると考えています。この量子場は、電子や光子、クォークといった素粒子に対応する場の集まりです。量子場は常に振動していて、その振動が粒子として観測されるのです。これは波と粒子の二重性として知られる量子力学の基本的な概念です。例えるなら、穏やかな湖面に小石を投げ入れた時にできる波紋のようなものです。湖面は常にかすかに揺らいでいて、時折大きな波紋となって現れるのです。この量子場の概念をより具体的に理解するために、さらに身近な例を考えてみましょう。想像してください。満員電車の中で、人々が密集している状況を、一人一人の乗客は独立した存在ですが、電車が揺れると、その影響は群衆全体に波のように伝わっていきます。量子場も同じように、一点独立しているように見える粒子たちが、実は深いレベルでつながり合っているのです。2023年、カリフォルニア工科大学の研究チームは、この場の量子論の予測を、これまでで最も高い精度で検証することに成功しました。彼らは、超電導体を使った特殊な装置を開発し、量子場の振る舞いをナノスケールで観察することに成功したのです。この実験では、真空中で粒子と反粒子のペアが生成される様子が、まるで泡が湧き立つように観測されました。これは、アインシュタインの相対性理論が予見した質量とエネルギーの透過性を、最も直接的に示す証拠の一つとなりました。さらに興味深いことに、この量子場の性質は、最新のテクノロジーにも応用されています。例えば、磁気共鳴画像装置、MRI は、水素原子の核スキンという量子的な性質を利用して、体内の様子を詳細に映し出すことができます。また、太陽電池パネルの効率を向上させる新しい技術も、量子場の理論に基づいて開発されています。2024年には、量子場効果を利用した革新的な無線充電技術が実用化され、スマートフォンの充電方法に革命をもたらすと期待されています。このように、一見すると抽象的な理論に思える量子場は、実は私たちの生活を豊かにする技術の基盤となっているのです。特に興味深いのは、この量子場の振動は完全にゼロにはならないということです。これが真空の揺らぎと呼ばれる現象を引き起こします。真空の揺らぎによって、一瞬だけ粒子と反粒子のペアが生まれては消えるということが起こります。これらは仮想粒子と呼ばれ、通常の粒子とは異なり、存在できる時間が極めて短いという特徴があります。この仮想粒子の存在時間は、ハイゼンベルグの不確定性原理によって制限されています。エネルギーと時間の間にも不確定性の関係が存在し、高いエネルギーを持つ仮想粒子ほど、その寿命は短くなるのです。これをわかりやすく例えると、銀行からお金を借りるようなものです。借りられる金額が大きいほど、返済までの期間は短くなければならない、というルールがあるようなものです。量子の世界では、エネルギー保存則を一時的に借用することができますが、すぐに返済しなければならないのです。2024年、東京大学の研究グループは、この仮想粒子の寿命をアト秒、100京分の1秒単位で測定することに成功しました。これは、光が1ナノメートル、10億分の1メートル進む時間よりもさらに短い時間です。このような超高速測定技術の発展により、仮想粒子の性質がより詳しく理解されるようになってきました。興味深いことに、仮想粒子は高速を超えて移動することができ、さらには時間を逆行することさえ可能です。これは、アインシュタインの特殊相対性理論に反するように見えますが、実は矛盾はありません。なぜなら、仮想粒子は直接観測することができず、
その存在は常に不確定だからです。まるで、量子の世界では、確定的な物理法則の背後で、より自由な量子の踊りが繰り広げられているかのようです。この仮想粒子の性質は、量子テレポーテーションなど、革新的な量子通信技術の開発にも重要な役割を果たしています。2023年には、中国の研究チームが仮想粒子を利用した新しい暗号通信システムの実証実験に成功し、世界中の注目を集めました。この仮想粒子は、まるで宇宙の魔法のようですが、実は私たちの世界に確かな影響を及ぼしています。1947年、ビリスラムとロバート・ラザフォードという2人の科学者が、水素原子の電子軌道に不思議な現象を発見しました。これは現在ラムシフトとして知られている現象です。当時の理論では、水素原子の第二エネルギー順位にある2つの電子軌道は、全く同じエネルギーを持つはずでした。しかし実際には、わずかながらエネルギーの違いが観測されたのです。これは、原子核と電子の間の空間で起こる仮想粒子の影響だったのです。身近な例で説明すると、これは曇りガラスを通して物を見るようなものです。仮想粒子が電子と原子核の間で生まれては消えを繰り返すことで、電子が感じる原子核の電気的な力が少し弱められるのです。この効果は、現代の量子電磁力学による計算で、驚くべき精度で予測できることがわかっています。この量子電磁力学の予測精度は、人類が達成した最も正確な理論的予測の一つとされています。例えば、電子の磁気モーメントの理論値と実験値の一致は、11桁以上の精度に達しています。これを身近な例で説明すると、東京からニューヨークまでの距離を、髪の毛一本の太さ程度の誤差で測定できる精度に相当します。このような驚異的な精度は、量子電磁力学の基礎となる理論が正しいことを強く示唆しています。2024年、フェルミ国立加速器研究所の実験では、ミューオンという素粒子の磁気モーメントの測定により、さらに興味深い発見がありました。理論値と実験値の間にわずかな不一致が見つかったのです。このズレは、私たちがまだ知らない新しい素粒子や力の存在を示唆している可能性があります。また、量子電磁力学の応用は、私たちの日常生活にも広がっています。例えば、スマートフォンのタッチパネルは、量子トンネル効果という現象を利用しています。指がスクリーンに触れると、電子が量子トンネル効果によって微細な障壁をすり抜けることで、タッチを検知しているのです。さらに、最新の半導体製造技術では、量子効果を積極的に利用して、より小型で高性能なチップを作成しています。2023年には、量子効果を利用した新しいタイプの太陽電池が開発され、従来の2倍以上の発電効率を達成することに成功しました。これらの技術革新は、量子力学の深い理解なしには実現できなかったものです。さらに1948年には、オランダの物理学者ヘンドリック・カシミールが真空エネルギーを直接検出する画期的な方法を考案しました。これはカシミール効果として知られています。2枚の金属板を極めて近づけると、板の間の空間では特定の仮想光子しか存在できなくなります。これは、ギターの弦が特定の音しか出せないのと同じような原理です。その結果、板の内側と外側で真空エネルギーに差が生じ、板が互いに引き合う力が発生します。この効果は、1996年にワシントン大学のスティーブン・ラモローによって実験的に確認されました。これらの発見は、私たちの宇宙が無ではなく、常に活動している量子の海であることを示しています。しかし、ここで新たな謎が浮かび上がってきます。理論的に計算された真空エネルギーの強さと実際の宇宙で観測される値との間には途方もない差があるのです。理論値と観測値の差は実に120ペタにも及びます。これは物理学における最大の謎の一つとされています。例えば、1センチメートルと東京からニューヨークまでの距離の差はわずか10ペタ程度の違いに過ぎません。それに比べて、120ペタという差がいかに途方もない大きさであるかがお分かりいただけるでしょう。この謎は、暗黒エネルギーの正体を考える上でも重要な手がかりとなっています。宇宙の加速膨張を引き起こしている暗黒エネルギーは、真空エネルギーそのものである可能性が指摘されているからです。2024年の最新の観測データによると、宇宙の膨張速度は従来の予測をさらに上回るペースで加速していることが分かってきました。この発見は、私たちの宇宙理解にさらなる課題を投げかけています。真空エネルギーは、
ブラックホールの研究にも重要な影響を与えています。ホーキング博士が予言したホーキング放射は、ブラックホールの周りで生まれる仮想粒子のペアが引き起こす現象です。これによって、ブラックホールはゆっくりとではありますが、徐々に蒸発していくと考えられています。2023年、複数の研究チームが実験室で人工的なブラックホール類似の条件を作り出し、ホーキング放射に似た現象の観測に成功したと報告しています。また、量子コンピュータの開発においても、真空の性質の理解は重要な役割を果たしています。量子ビットと呼ばれる量子コンピュータの基本要素は、真空の揺らぎの影響を受けやすく、これが量子計算の精度を制限する要因の一つとなっているのです。最新の研究では、この真空の揺らぎを逆に利用して、より安定な量子ビットを作る試みも進められています。このように、現代物理学は無の研究を通じて、私たちの宇宙の本質に迫ろうとしています。一見すると空っぽに見える空間が、実は豊かな物理現象で満ちていることは、私たちの直感的な宇宙観を大きく変えることになりました。しかし、これは終わりではなく、むしろ始まりに過ぎません。真空エネルギーの謎は、より深い物理法則の存在を示唆しているかもしれません。例えば、超弦理論では、私たちの宇宙は11次元の空間に存在する膜の一つであると考えられています。この視点からすると、真空エネルギーの謎は、より高次元の物理法則の現れである可能性があります。また、量子重力理論の研究者たちは、空間そのものが量子的な性質を持つと考えています。プランク長さ、約10のマイナス35乗メートルのスケールでは、空間は連続的ではなく、微散的な構造を持つかもしれないのです。2024年には、複数の研究グループが量子重力理論の実験的検証に向けた新しい方法を提案しています。これらの研究は、私たちの宇宙理解をさらに深めることになるでしょう。無の研究は、私たちに重要な教訓を与えてくれます。それは、物事は見かけよりもはるかに複雑で深い意味を持っているということです。私たちの目には見えない量子の世界で、絶え間なく続く創造と消滅のダンスが、この宇宙の存在を支えているのです。そして、その神秘的な舞台の一部である私たちもまた、この壮大な宇宙の物語の一部なのかもしれません。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で広大な宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。